デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカジチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回模写したのは千と千尋の神隠しのオープニングの方で出てきた背景ですね。書かれたのは小川和夫さんです。これは間違いないです。小川さんの画集の中にもある1カット。本当は縦パンで結構縦に長い背景なんですけど YouTube ということでこの画角に収まる範囲だけ切り取って描いています。見た目以上に時間かかったカットになります。地面の範囲とかあとグラデーションで済む範囲が多かったんでそんなに時間かかんないかなと思ったんですけど、そのグラデーションの中にある細かい色を再現するのにやっぱ時間かかったのと、あと小川さん特有の綺麗なタッチを真似るのにやっぱり時間がかかったっていう感じですね。本当に微妙なコントロールがされていて、で自分にはやっぱそこが不得意なのでどうしてもこう何回も塗り直して上に重ねて塗ったりとかしていたら結構時間かかっちゃいましたね。6時間以上多分かかったんじゃないかなこれで。あまりにもかかるんでこれ終わんねえなと思ったんでちょっと日をまたがしてもらいました。下塗りだけで本当に綺麗に終わってる部分がめちゃくちゃ多いんですよ。この緑の部分だったり、あと堤防っていうか壁のところだったり地面のところもそうなんですけど、割と半分以上は下塗りの段階でもうある程度もうほぼ手つかずの状態で残ってるっていうのがこの絵の特徴かなと思います。この絵っていうか小川さんの特徴ですよね。小川さんがあまりこうむやみやたらにタッチを入れないので、そこやっぱいいよなと思いながらいつも地面のグラデーションだったりちょうどその壁のところのグラデーションとかも画集穴をほど見てたのでそこをうまくできるかなと思いきや微妙に黄色みが違かったりオレンジみが足りないとかなんかすごくねあったんですよ。自分の中で見比べるとやっぱ違うな。初めは分かんないんですよ。目が慣れてないんでだいぶ近づいたなと思って進めてるんですけど、木の部分とかコンクリートの地の部分とかやっぱり違いが出てくるんですよね。めっちゃむずいです。こういう緑のところもそうなんですけど、目が慣れてくるとだんだん違いが明確に分かってくるっていう。塗った瞬間分かんないんで、とりあえず塗ってみるっていうのが一番近道かなと。アナログの人たちも試し塗りっていうかその色を作って紙の切れっ端にこうパッとこう塗って色を確かめてるのをたまに見るんですけど、小川さんも実際それをやってるんですけど、デジタルでは紙がないんでとりあえずもうそのままペッて塗ってでダメだったらコントロール Z で戻ればいいんだけど、なので紙は必要ないんですけど試し塗りみたいのは毎回やってます。デジタルとアナログの大きな違いはやっぱ色ですね。色の意識がやっぱり全然違うと思います。アナログは偶然性が結構出やすいんですけど、デジタルはほぼほぼ自分で意図的に起こさないと起きないものなので、壁のグラデーションとかもおそらくですけど小川さんそこまでこの色をこういう風に入れるとかは考えてないかもしれないなと。特にこう偶然性って水を使ったり物質的なものがいっぱい絡むので、一応にこの絵の具もそうなんですよ。見たことありますかね。瓶を開けてその直接こう筆をいろんな色に使った筆をこうポンポンリズムよくこう配色していくんですけど、小川さんの動画見てもらったらわかると思います。一色じゃないですよねアナログって。その筆のその星の部分に溜まってる色だったり、過去に拾ってきた色だったりが影響して、あと時皿とかにも入ってる偶然色がそこにあって混ざっちゃうとかね、いろんな偶然が重なってその人の特徴である色使いみたいのが生まれるんですけど、本当に独特なんですよ。その人の全ての工程が絵に現れる。細かいこと言うとそうなんですけど、この人いつもこういう色を使うよねっていうその過去の歴史がその筆の中にもインストールされてて、それが偶然的に出てしまうとか、こうグッて強く押し込んだ時に筆の付け根の方まで紙に付着して昔使ってた色が出るとか、どこら辺まで意識してるかわかんないですけど、偶然的にそういうのが生まれたりしやすいのがアナログですよね。デジタルはもうその偶然起きたものを読み解いてというか、その色を拾って再現していくしかないんで、過去使ってた色が勝手にこう次のスポイトの時に
影響するってないじゃないですか。なのでやっぱそこら辺の色を混ぜる時もそうなんですけど、ちょっと赤みを足すとかそこら辺まで意識してるかって言われたらしてないんですけど、置いた瞬間に色ちょっと違うって思ったら、やっぱりさっき言ったアナログで起こってたようなこと、青を使ってたから青をちょっと振ってみようかなとか、そういうのは自分的にはやっています。一回アナログを分解してデジタル上でこうすればうまくいくかなっていうのを毎回試しながらやっています。そこまで深く考えてるわけではないですけどね。割と直感的にやってはいるんですけど、結構頭使ったり使わなかったり、使わないんかいって思うともう使わない部分も全然あります。で、一回こう下塗りができちゃえば、だいたい使う色がもうその下塗りの状態で作れてるので、あとはそこまでちょっと微妙に色をいじったりとかで済むんで、そこら辺はもうずーっと色のこと考えてるかって言われたらそうでもないんですよね。なんでそこら辺にある色を拾いながらまた塗り進める、描き進めるっていうのがデジタル、アナログもそうですけど、一緒ですけど、そこら辺はね。一回色作るまでが結構大変でした。このカットで言うと。前回の大野さんの時もあったんですけど、やっぱり細かく見ていくと、小賀さんの書き込み方もえぐいです。すっごい丁寧っていう感じじゃないんですけど、しっかりこう、やること全部やってる。ここはこういう形ですよっていう説明もすごいさりげないんですけど、しっかりこう、形をとってるっていう感じではないんだけど、やってることはすごい自然。このトタンの屋根の先っぽの方とかも、ひょろっとこう、歪んでたりとか、波打ってる部分っていうのをしっかり再現されてるんですよ。その民家に置いてある小物ですよね。ああいうところの抽象度と再現度のなんかバランスがものすごいいい。適当に描いてるっぽく見えるんだけど、やってることはすごい丁寧だし、表現としては最適な表現の仕方をされてるなと思いました。自分のキャリアで言うと20年ぐらいあるんですけど、前期、中期、後期で区分けすると、前期はやっぱり奥まで書き込めばいいものができると思ってた時代があるんですよ。で、それを得て、やっぱうまくいかないなとか、先輩がやってる表現にはやっぱり全然到底及ばないっていうのを繰り返して、徐々にこう抽象的に表現する部分が出てくる中期。で、色に関してはやっぱ中期と後期、そこら辺またいでますけど、心地のいいもっと抽象的なものになるとどんどんこう年月重ねたいとわからないものが出てくるので、心地のいい空間だったり違和感のある空間とか、そうなんか言葉にできないけど感じ取ることができる領域、そこら辺はなんか神がかってる人たちがやってるかなと、よりこう具体性のないものを表現していくっていうところに入っていくのかなと。で、この人がやるといい感じになるよね。そのいい感じっていうそのつかみようのないものあるじゃないですか。なんかいいよねっていうその人の空気感だったり、背景にもその雰囲気とかまとってるものがあると思うんですけど、そこら辺の領域になっていくんだと思います。昼の背景の時に円柱あるじゃないですか。電信柱だったりガードレールだったりいろんなオブジェクトで円柱のものあると思うんですけど、それの時の書き込む時の注意点があります。小賀さんとかもやってるし、小林一郎さんが合集の中でも喋ってるというか書いてあるんですけど、こうグラデーションつけすぎないようにしてほしいという感じですね。グラデーションかからないわけではないんですけど、デッサンやるみたいにまんべんなくグラデーションがかかる円柱って、その光が弱い時に起こるその円柱の描き方なんですよ。で、日中太陽の下で照らされてるものってそこまでこう明確に綺麗なグラデーション円柱にかかるかって言われたら全然そうじゃなくて、割と光の当たってる面と影面で割と二極化してることがあるんですよね。わかりやすい例で言うと月あるじゃないですか。月って太陽の光が当たってる部分と影の部分って明確にパッキリ分かれてますよね。宇宙空間みたいに反射が起こらない世界だとああいう風になるんですけど、大気がある地球上の昼で日中だとやっぱりいろんなものがあって、いろんなものの光の反射を受け、いろんなものの光の影響を受けながらライティングされてるんで、その影の部分でも明るく見えるんですけど、宇宙空間だと反射するものないので、影は影って真っ暗になるんですよね。あれが一番わかりやすいから、ちょっとわかりにくいけどわかりやすい。自分が言いたいのは、光と影でしっかりこう太陽光の場合は描き分けるっていうのが
はおすすめです。で、うまくいかないなって思ってる人は多分そこら辺のグラデーションかけすぎちゃったりとか、道だったり、その壁もそうなんですけど、グラデーションかけすぎてうまくリアルな世界と不一致が起きてるっていうのがあると思います。グラデーションかけなさいっていう美術の授業でやっぱり付着しているもの、もう固定概念としても張り付いちゃってるんで、絵をうまく描くにはグラデーションが必須みたいな、多分そこら辺自分もあったんでよくわかるんですけど、実はそうじゃない、日中日が当たってる昼の背景の場合は実はそうじゃないパターンがあるよ。なんかの動画でも言いましたけど、暗くなるグラデーションは基本日が当たってる場所にはないと。影部分には発生するんですけど、光が当たってる部分に関してはグラデーションがあるかないか、反射の話結構いろんなところでしてるんですけど、一応言語化できるけどここで喋るとちょっと長くなるんで割愛させていただきます。地面の手前を暗くするって割とカメラの処理だったり撮影技法の表現だったりするんですよ。絞ったりするじゃないですか、カメラって現像するときとかに。それを絵で表現するときに手前を絞るとか、なんかそういうちょっとフィルターがかかったものをまたさらに自分たちで再現するときに、それを日常生活でも起こると勘違いしてしまうと。ジブリは割と裸眼のフィルム越しっていうよりかは裸眼の見た目の重視の絵作りだと自分は思ってる。特に早尾さんの場合なんで、変なこう絞ったり極度に上げたりとか基本してないじゃないですか、ジブリって。それって裸眼なんですよ、基本ベースが。で、撮影ベースのものだとやっぱり発光したりエヴァっぽくなる。今はそっちの方が主流ですよね。 UFO テーブルだったりスタジオカラーだったり、大体そういう感じの手法が現在では多いかなと思います。個人的にはどっちも好きなんですけど、目指す方向としてはやっぱ裸眼で見た景色がやっぱ自分的にはまだ美しいなと思うので、ジブリのこういう背景美術だったりアニメーション作りがやっぱり自分的には好みかなと。好み分かれるんで、どっちがどうとかそういう話ではないです。小賀さんも大野さんも同じような処理してて、奥と手前でアンダーにした方が見やすくなるとか、上げた方が見やすくなるとか、そういう細かい処理それぞれのところで細かく入っています。詳しくは説明できませんでしたけど、ここ落としてるなとか、ここあえて上げてるんだとかっていうのを模写して改めて気づくことができました。やっぱり気遣いができる絵、真心がこもった絵作りっていうのがやっぱりいいものには入ってるんだなと。はい、これで完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。